こんにちは。今回は綺麗な立ち上がりのグラニースクエアの編み方を紹介します。最初は鎖編み4目の輪の作り目を作ります。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを2目編み、鎖編み3目を編み、輪の中に長編み3目を編みます。鎖編み3目、長編み3目を編んで、この部分が角の編み方で、大きくなっても毎段角は同じ編み方です。長編み3目を編んだら、鎖編み3目を編み、長編み3目、鎖編み3目を編んで、最初の立ち上がりの鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。今回は浜中ボニーの毛糸を 7.5 号のかぎ針で編みます。最初は鎖編みです。針を糸の後ろから入れて右に回転させ、糸をかけて引き抜きます。そして最初のこの輪は緩めたままで、ここから鎖編みを4目編みます。鎖編み4目を編んだら、緩めてある最初の輪のところに針を入れて糸をかけて引き抜きます。糸をしっかり絞ってください。次に糸端もしっかり絞って輪を縮めます。この輪の中に1段目を編みます。糸端は編み込みながらいきます。次は鎖編み3目を編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目をここでは編みます。次に長編みを輪の中に編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜きます。また糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みを編みました。もう一回輪の中に長編みを編みます。2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。立ち上がりの鎖編み3目と長編み2目を編んで、立ち上がりの鎖編み3目を編んだ3個目にマーカーをつけて印をつけておきます。ここが1段目の最後に引き抜く場所になりますので、鎖編み3目の3個目にマーカーをつけました。次は角になる鎖編み3目を編みます。次は長編み3目を輪の中に編みます。輪の中に長編み3目を編みます。1、2、3目の長編みを編みました。次は角の鎖編み3目を編みます。編み地を寄せながら編んでください。鎖編み3目を編みます。次は長編み3目を編みます。長編み3目を編みました。長編み3目と鎖編み3目、長編み3目で、
これが角の形になります。角は毎段同じ形を編んでいきます。次も角の鎖編み3目を編んでから長編みを3目編みます。これで角が3個できました。次は4個目の最後の角です。鎖編み3目の3個目に最後は引き抜きますが、ここで鎖編み3目を編んでからマーカーをつけてある立ち上がりの鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。3個目の鎖編みの頭のところに針を入れて、上の2本の糸を拾ってここに引き抜き編みをします。糸をかけて引き抜きます。そして少し糸を引いて目を縮めておいてください。これで1段目が完成しました。ここで今引き抜いてあります。2段目は引き抜いたところからここで引き抜きました。そして2段目は細編みを編みます。鎖編み3目と引き抜いたこの場所に細編みと鎖編み2目を編んで、これが長編みの立ち上がりになります。1段目は鎖編み3目を編みましたが、2段目からは細編みと鎖編み2目で立ち上がります。次は鎖編み3目のところに角の編み方をして、次も同じように角を編んでいきますが、最後は長編みを2回編みます。立ち上がりの目を1目と数えますので、長編み2目です。1段目の引き抜いたところの下に針を入れて、糸をかけて細編みを編みます。糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みを1目編みました。次に鎖編み2目を編んで、これが長編みの立ち上がりの形になります。次の鎖編み3目のところには角の編み方です。長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編みます。角の鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。鎖編み3目を編んでから同じところに長編み3目を編みます。これが2段目の角の編み方です。角は長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編みます。次の鎖編み3目のところも同じように編んでいきます。ここもここも同じ編み方をします。角を編んできました。1、2、3箇所角を編みました。次が最後のところです。最後は立ち上がりの目を1目作ってありますから、ここは長編みを2回編んで立ち上がりの目のところに引き抜きます。
次の鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。長編み3目を編み、鎖編み3目を編んで、次は長編みを2回編みます。立ち上がりの目がありますから、ここは長編み2目を編みます。長編み2目を編みました。次は引き抜き編みをします。引き抜き編みをするのはここの立ち上がりの目のところですが、細編み、次が鎖編み2目を編んだ鎖編みの2個目のところです。細編み、鎖編み2目の2個目の鎖編みに引き抜き編みをします。鎖の目の上の2本の糸を拾って引き抜き編みをします。糸を絞ってください。これで2段目ができました。3段目の編み方を編み図で説明します。2段目の最後はここで引き抜きました。次は同じように細編み、鎖編み2目を編んで長編み2目を編みます。立ち上がりの目はこのようにジグザグに編んでいきます。そして角は同じ編み方です。3段目以降は長編み3目と長編み3目の間のところに長編み3目を編みます。これが段が増えて大きくなっても同じように編みます。角を編んで同じ編み方を繰り返し、最後に角を編んだところで次は引き抜き編みです。立ち上がりの細編み、鎖編み2目の2目のところに引き抜き編みをします。この立ち上がりはジグザグと続いて編んでいきます。次は3段目です。3段目も2段目と同じように細編み、鎖編み2目です。今引き抜いたその下のところに針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。鎖編み2目を編んで、これで長編み1目とします。そして次はこの間のところです。すぐ下のところに、ここに長編みを2回編みます。もう1回長編みを編みます。3段目は角と角の間の長編み3目と長編み3目の間に目を編み入れていきます。次は角の編み方です。この編み方を続けます。毎段角は同じ編み方です。鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで同じところに長編み3目を編みます。角はずっと同じ編み方を繰り返します。次は
長編み3目と長編み3目の間のところに長編み3目を編みます。長編み3目の間のところです。ここに長編みを3目編みます。次はまた角の編み方です。角の鎖編み3目のところに長編み3目、次は鎖編み3目を編んで同じところに長編み3目を編みます。これで2箇所の角ができました。この編み方で3段目を編んでいきます。角を作り、長編みと長編みの間に長編み3目、また角は同じ編み方です。そして次も長編み3目と長編み3目の間に長編み3目を編み、角は同じ編み方をします。次は長編み3目の間に長編み3目、そして最後の角のところになります。ここまで編んできました。最後の角は長編み3目、鎖編み3目を編んで同じところに長編み3目を編みます。もう一回長編みを編んで、これで角の4箇所ができました。次は引き抜き編みです。最初に編んだ細編み、鎖編み2目の2個目の鎖編みの上の2本を拾って引き抜き編みをします。上の2本を拾って引き抜き編みをします。これで3段目ができました。立ち上がりの目はそれほど目立たないと思います。そして最後はとじ針で糸始末をします。引き抜いた糸を切ってとじ針に入れて、ここからとじ針で引き抜いたところから後ろに糸を持ってきます。引き抜いたところを後ろ側に糸を入れます。目はこのぐらいになりますので大して目立ちませんから、このまま後ろに目立たないところを通していきます。すぐ近くに1回針を入れて、あとは長編みの足の部分を拾います。目を確認しながら長編みの足の部分にとじ針を通して、ここまででも大丈夫ですが、気になるようでしたらもう一段下の長編みのところまで糸を通すと、ここで長編みの足のところです。ここまで通せばもう糸を切って大丈夫です。
編み地を整えてから糸を切ります。立ち上がりが綺麗なグラニスケアを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。